あなたは自宅に招き入れた人物が突然殺意を向けてきたらどうしますか？遡ること約13年前の2009年7月5日、香港北区にある村ピンチェ。夜遅くとある一軒家に激しい怒号が響いていました。お前一体どういうつもりだ？ある男に鬼の形相で叫ぶ家主の男性。家主は今にも掴みかからんとする勢いで男を圧倒しているかに見えました。ところが次の瞬間、腹部を押さえ床にうずくまる家主。彼を見下ろす男の手には血まみれのナイフが握られていました。男はこの後この家の妻と娘2人の命をも奪い、一家を皆殺しにしてしまうんです。やっちまった、仕方ねえな。血まみれの部屋の中でぽつりとつぶやくと、犯人の男は勝手を知った様子で部屋を片付け始めました。そしてその後、男は家族全員の遺体をコンクリート詰めにしたんです。無残にも一家4人を惨殺し、コンクリート詰めにした男。この男と家族との間には一体何があったのか。男を狂わせてしまったのは幸せな一家への憧れだったんです。おそうす、来月菊池とタイに行くよ。旅行。ケンちゃんです。やみこです。誰よ。菊池？菊池くんは誰？大学の時の目の前の菊池っていう名字の見たらドキッとしたと思うよ。本日ご紹介するのは中国で起こった一家惨殺事件についてなんです。しかもこの事件ですね、恐ろしいことになんと犯人の男が惨殺した後、その遺体をコンクリートに詰めたんですよ。いやいや、コンクリート詰めまでするってマジでどんな恨みがあってやってんの？何が起きたの？もうなんかコンクリート詰めって聞くとね、やっぱあれを思い出せますよね。日本でも起こったね、女子高生コンクリート殺害事件、この事件注目されたのが犯人と家族とのね、意外な関係だったんです。そしてね、画面の底のあなた、メトラの皆さん、メトラのあなた、なぜ犯人は家族を殺してしまったのか予想しながら見ていただければと思います。庭を掘る男。遡ること約13年前の2009年7月6日、香港北区にある村ピンチェ。この日の午後2時頃、ある一軒家の庭先にせっせと作業に取り組む男の姿がありました。男の名前はシュウ・シェンチー43歳。この家の家主に頼まれ仕事を請け負っている職人でした。額に汗を浮かべ一心不乱に地面を掘っていたシェンチー。するとそこへ一人の男性が訪ねてきます。すいません、ここはタン・チェンホイさんのお宅ですよね。チェンホイさんと連絡がつかないんですが、何か知りませんか？男性に問われると、シェンチーはめんどくさそうな様子で一言こう答えました。俺が知るかよ。するとシェンチーの声を聞いた瞬間、男性は怪げそうな表情を浮かべこう切り返したんです。さっき電話に出たのもあなたですよね。電話？はい、そうなんです。この男はね、家を訪ねる前に家主に電話をかけていたんです。その日の朝、香港中文大学財務局では職員たちが首をかしげながらこんなやり取りを交わしていた。おい、チェンホイは休みか？いや、何も聞いてないですね。彼に限って無断欠勤なんてないとは思うんですが。事務員として働いていたタン・チェンホイという男性がこの日はまだ出勤していなかったのだ。結局、昼休憩の時間になってもチェンホイからは何の音沙汰もなく、真面目な彼の性格を知っていた同僚たちは不安を募らせていた。おい、誰かチェンホイと連絡は取れないのか？上司からの指示を受け、同僚の男性がチェンホイの自宅へ電話をかける。しかしコール音だけが何度も聞こえ、チェンホイは一向に電話を取る気配がない。留守か。そう言って同僚が電話を切ろうとしたその時、もしもし？受話器の向こうから男の声が聞こえてきた。しかしその人物は明らかにチェンホイではなかった。この男は誰だ？チェンホイの家族は妻と娘2人だけ。そのことを知っていた同僚は不審に思いながらも電話口の男にチェンホイのことを尋ねようとした。すると、チェンホイは休みだ。一言そう告げると、男はそそくさと電話を切ってしまった。めちゃくちゃ怪しいじゃないのよ、これ。ですよね。おかしいと感じの同僚はね、チェンホイの自宅に向かうことにしたんです。チェンホイの自宅へやってきた同僚の男性は庭先で作業をしているシェンチーの声を聞くと、電話に出た男だとすぐに気がつきました。同時にシェンチーが懸命に掘り起こしていた地面に目をやる同僚の男性。その瞬間、彼の顔はみるみる青ざめていったんです。なぜならシェンチーが掘り起こしていた土が血で染まっていたから。うわー！チェンホイの同僚はあまりの恐怖からその場を逃げ出します。彼の通報によってシェンチーは逮捕されることになりました。土に血がついてたって、もしかしてチェンホイのってこと？てかそのシェンチーはチェンホイに頼まれてきてた職人さんなのよ。どうしてそんなことになるの？実はね、この2人はね、ただの職人と依頼主の関係ではないんですよ。深いマリアナ海溝より深い、地球のマントルに達するより深いかもしれなくて、それを突破してブラジルに出ちゃうかもしれないぐらいの確執がね、あったんですよ。
圧倒的格差。シェンチーが逮捕された後、警察の取り調べが進むにつれ、彼と依頼主のチェンホイの関係性が徐々に明らかになっていきました。実は2人は単なる依頼主と職人の関係ではなく、いとこ。しかも生まれた月が1ヶ月しか変わらない同い年のいとこだったんです。シェンチーは中国本土で左官職人をしていましたが、いとこのチェンホイに家の改装を頼まれ、香港まで住み込みで働きに来ていました。左官職人詳しく教えて。家に関するさ、ね、こう仕事をしてるっていうイメージはあるんですけどね、詳しくないお方もいらっしゃいます。ということで本日のメトラキーワード、左官職人について。左官職人とは建物の外壁、床などを作る職人。家作りやリフォームには欠かせない仕事なんです。レンガやブロックを積み上げて壁を組み立てるほか、コテと呼ばれる取っ手のついた金属板を使って壁を塗り、外装の仕上げを担当します。日本における左官職人の平均年収は400万円前後。収入面は一般的なサラリーマンとさほど変わらないんですが、肉体労働であることに加え、一人前になるためには約10年の下積みが必要とされており、非常に根気のいる職業なんです。シェンチーも日頃から技術を磨き、妻と子を養いながら左官職人として長く勤めていました。チェンホイは遠くから足を運んでくれたシェンチーのために専用の一軒家を用意し、彼を歓迎しました。妻のエンイーにも時折シェンチーの身の回りの世話をするように頼み、仕事のために一人暮らしをすることになって彼を気にかけていたんです。確執があるとか言ってたけど、全然そんな風には見えないじゃない。仲いいんじゃない。少なくともね、チェンホイの方は友好的に接してたんですけど、シェンチーの方はね、別の思いがあったんです。人間怖いよ。一見すると良好に見えるシェンチーとチェンホイの関係。しかしシェンチーは心の中でチェンホイのことをあまりよく思っていませんでした。大学の事務員として働いていたチェンホイはいわゆる高収入の勝ち組。妻のエンイーが文具店を経営していることも合わせて丹家は非常に裕福でした。シェンチーに改装を頼んだ自宅も広さ225坪と一般的な一軒家の5倍以上もある大きな豪邸。加えて妻のエンイーはチェンホイよりも9歳も年下の美人で、チェンホイは不満を探す方が難しいような暮らしをしていたんです。一方で左官職人のシェンチーの収入は決して多いとは言えず、必死に汗水を流して働いてもチェンホイのような生活を手に入れることは夢のまた夢でした。また結婚も全て親の言いなりで、シェンチーは自分の妻に不満を持っており、そんな自分と比べ若くて美人な女性と結婚したチェンホイのことをずっと羨ましく思っていたんです。そして今回シェンチーが住み込みで働きにやってきたことで、チェンホイとの格差はより一層明確なものとなります。先ほどチェンホイは遠くから足を運んだシェンチーのために一軒家を用意したと言いました。ただ実はその一軒家は豚小屋を改装した粗末な小屋だったんです。豚小屋でちゃんと歓迎してるとかって言える？まあね、ちゃんと改装してるからね、人が住めるぐらいではあったらしいんですけど、豪邸に住んでるんだったらね、100万ぐらい用意するっていう心遣いとかね、あってもよかったのかもしれない。かもしれない。じゃあシェンチは何？チェンホイに格差を見せつけられて一回恨むようになっちゃったってこと？実は憎んではなかったんですよ、それに対して。純粋に羨ましかったんです。しかしね、その感情から事件のきっかけとなってしまうある行動に及ぶんです。許されざる過ち。2009年7月5日の夜、シェンチーはある人物に呼び出されました。その人物とはチェンホイの妻エンイー。ごめんなさい、これからうちに来られる？突然の連絡に驚きながらチェンホイの自宅へ向かうシェンチー。するとそこには暗い顔をしたエンイーと鬼のような形相のチェンホイが待っていました。なんで呼び出されたのか分かってるだろうな。冷たくそう言い放つチェンホイを前に黙ったままのシェンチー。次の瞬間、チェンホイは一気に口調を荒げシェンチーを怒鳴りつけます。いとこの嫁に手出すとはどういうつもりだ？そう、シェンチーはチェンホイの妻エンイーと不倫していたんです。そっち？羨ましくなっちゃったって、そっちだったの？そうなんですよ。きっかけはですね、チェンホイがね、妻のエンイーにシェンチーのね、身の回りの世話をね、頼んだことだったんです。わざわざ遠くから来てくれたんだ。シェンチーの身の回りの世話をよろしく頼む。俺は仕事であまり構ってやれないから、お前が丁重にもてなしてやってくれ。チェンホイからそう言われた妻エンイーは香港で暮らし始めたシェンチーの家へ頻繁に出入りするようになりました。そしてエンイーとやり取りを交わすうちに、シェンチーは自分を優しく気遣ってくれる彼女に強く惹かれていくんです。こんなに綺麗な人が俺のことを気にかけてくれている。エンイーさんが奥さんだったら幸せだったろうな。対するエンイーもダメだとは分かりつつも、シェンチーから向けられる行為を嬉しく感じていました。誰かからこんなに思ってもらえるのは随分久しぶりな気がする。仕事が忙しくプライベートの時間が取れない夫チェンホイとの関係に彼女は寂しさを募らせていたんです。こうして互いに惹かれ合った2人はチェンホイの目を盗み愛を確かめ合うようになっていきました。で、チェンホイにバレちゃうわけ？そうなんです。そしてついに事件は起こってしまうんです。
実はチェンホイはシェンチーと妻エンイがただならぬ関係になってから間もなくその事実に気がついていたんです。しかし事を荒立てたくないと考えたチェンホイはシェンチーが滞在している間だけの話だと割り切り、2人のことを黙って見過ごそうとしていたんです。ところが日々シェンチーの家へ向かう妻エンイの態度には単なる出来心とは思えない感情が見え隠れしていました。そんな彼女の様子を目の当たりにしたチェンホイは妻エンイのシェンチーへの思いが自分に向けられるそれよりずっと大きなものであると悟ったんです。そしてついにその日はやってきてしまいました。いとこの嫁に手出すとはお前どういうつもりだ。今にも掴みかからんとする勢いでシェンチーを怒鳴りつけるチェンホイ。しかし問いただされたシェンチーから返ってきた言葉は謝罪などではなかった。お前はいつも仕事ばっかりでエンイさんがどれだけ寂しい思いをしているか考えたことがあるのか。チェンホイの予想に反し激しく逆上するシェンチー。そのふてぶてしさにチェンホイはさらに頭に血を上らせる。なんだと何様のつもりだ。二人の口論はどんどん激しさを増していた。そして突然腹部を襲った激痛に顔を歪めその場に崩れ落ちるチェンホイ。シェンチーの手には血まみれのナイフが握られていた。やっちまった。我に返ったシェンチーは動揺しその場を逃げようとする。その瞬間彼の目に飛び込んできたのは怯えた目でこちらを見つめるエンイの姿だった。その眼差しはこれまで自分に向けられていたものとは明らかに違っていた。この時シェンチーが何を思ったのかは定かではない。ただ彼は愛する女性の命をもその手で奪ってしまった。この後シェンチーは物音に気がついてやってきたチェンホイの娘2人も殺害。改装の作業でチェンホイの自宅へ日常的に出入りしていたシェンチーは慣れた様子で家の掃除用具を持ち出し血まみれの現場をきれいに片付けると何事もなかったかのように帰宅しました。結局シェンチーがエンイとかさ娘たちまで一家丸ごと殺したってのは隠蔽するためだったっけ。実はですね、そこのとこその動機明らかになってないんです。シェンチーが一家を殺害した翌日の2009年7月6日、チェンホイの同僚が隠蔽工作中のシェンチーを目撃したことで彼は逮捕されることに。その後、庭でコンクリート詰めにされていた家族4人の遺体が掘り起こされました。そして迎えた2010年10月、最終的にシェンチーには終身刑の判決が言い渡されます。シェンチーは今も刑に服していますが、彼の犯行動機は未だに語られていないんです。何十年も左官職人としてコツコツ働いてきたこの男、一体どこで道を踏み外したのか。たった一度の不倫の代償は一生かけても償いきれないほど大きなものとなってしまいました。